イッテ Q って旅行予算が手を塩なきゃ大変なよく17部つくので、リャクタビンさんは、リャクタビンの予算は低いですよ、めちゃめちゃ。で、それは置いといて、多分イッテ Q は、それなりに視聴率が確か、視聴率の1位かなんか取ったことなかったっけ？日テレで1位だかなんかで、バラエティで1位だかちょっと忘れましたけど、なんで視聴率だいぶいいので、旅行予算ぐらいは全然出せるんじゃないかなと思うんですけど、僕が聞いてる限り、イッテ Q ってロケスケジュールが異常に短いんですよね。なので、1泊3日みたいな撮り方をするっていう。スタッフはもうちょっと長く言ってると思うんですけど、タレントさんが日本を出て、で、そのままなんかもう撮影して1泊して帰るみたいなのなので、基本的に旅行予算っていうのは日数によって伸びるんですよ。じゃあ滞在するスタッフが10人いたら1日100万円かかりますと。で2日になったら200万、3日になったら300万なんだけど、タレントさんが1泊3日であれば300万で撮れちゃったりするんですよ。で、300万ってなると、スタジオを作ってカメラマンを置いてっていう値段でいくと、100万ちょっとかかるよね。だからそんなに変わんないと思うので、そこら辺の過酷な旅をさせて、短い期間でロケを終わらすっていうのをやってるっていうので、実は結構、旅行予算としてはそんな高くないんじゃないかなと思うんですよ。あと多分手越さんのギャラそんな高くないんじゃないですかね。イッテ Q は出川イングリッシュで前を笑ってた。そうなんですよね。出川さんのなんか片言の英語というのは恥ずかしいものであるというふうにみんな笑ってたんですけど、実はでもそれで意思疎通できてるんだからすごいじゃんっていう評価に最近変わってるんですよね。自由の女神に言ってくださいっていう確か企画で、自由の女神を英語で何て言うのかっていうのを結構日本人知らない人多いんですよね。スタチオブリバティって言うんですけど、で、それがわかんなくて、フリーウーマンみたいなこと言って、みんな笑ってるんですけど、でも結果としてちゃんと自由の女神までたどり着けてるんですよ、出川さん。出川さんと同じ状態で英語喋れなくて、どこにあるかわからない自由の女神に行ってくださいって言われたら、やっぱ行けない人ほとんどだと思うんですよね。なので、フリーウーマンを笑ってる側の人たちって、実は出川さんよりも能力が低いっていうことになっちゃうと思うんですよ。なので、割と僕はそうね、出川さんすごいなっていうのが。で、あとね、面白いなと思ったのが、ルー大柴さん。ルー大柴さんが片言英語を喋るっていうので、別の番組だったかな。で、なんかみんな片言英語を喋るから面白いおじさんっていう風にみんなしてたんですけど、なんかの時にね、オーロラかなんかをカナダだか北欧の方に見に行くみたいな企画の時に、そちらの現地の女性の人と絡むっていうことがあって、で、普通に英語が達者なわけではないけど、ちゃんと英語で話しかけて、で、その人の椅子は引いてあげてとか、っていうので、きちんと英語でコミュニケーションできてるんですよね。次じゃしちゃうとかで、みんなルー大柴さん笑ってたんですけど、普通にコミュニケーション能力高いじゃんっていう。なので、むしろすごいよね、あの人っていうので、笑いを取ってやってる人たちというのが、実は結構すごいっていう。山崎さん、お笑い芸人のモノマネとかいろいろ芸達者な人で、で、確かなんかね、英語でコミュニケーションしろみたいなの振りをされて、で、英語は全然分かってないけど、でもちゃんと英語圏の人に対して笑いを取るっていうのをやってて、あ、そう、ザキヤマさん。ザキヤマさんが英語喋れないけど、外国の人から笑いを取るみたいなミッションがあって、ジャパニーズフェイマスアクターかなんか言って、まず笑いを取るみたいな。っていうところで、モストフェイマスアクターかな笑いを取るみたいなので、片言だけど、ちゃんと英語圏の人にも笑いを取ってるし、日本語の圏の人でも、おもろってなるのをやるっていうのがあって、やっぱ優秀だなっていうのが、僕としては見えるんですけど、でもなんか、日本の人って彼らを笑おうとするじゃないですか。いやいや、あいつらめちゃくちゃ優秀だぞっていう。多分だから、片言の英語であれだけできる人だと、多分片言のスペイン語とかでも、片言の中国語でも同じようなことできちゃうんですよ。2、3個となんかこれは受けるなっていう単語だけ聞いといて、あとはそれ言って笑い取ってリアクションで笑いを取るみたいな。ボブ・ファップすげえっていう話を僕したことあると思うんですけど、ボブ・ファップさんって今韓国でも結構売れてるらしいんですけど、基本的には英語しか喋らないんですけど、日本でも人気者だったりとか、今韓国で人気者だったりとか、海外で受けてるんですよね、やっぱり。もちろん筋肉すごいよねとかあるんですけど、で、あの人、マイクロエクスプレッションの読みの練習をやってるんですよ。前にそのボブ・サップさんとね、4、5時間ぐらい話したことがあって、もともとガジェット通信っていうところが YouTuber を束ねる MCN というのをやってるんですけど、で、そこにボブ・サップさんが所属するということがあって、で、5時間ぐらい口説いて、ボブ・サップさんにサインしてもらうっていう営業結果があったんですけど、で、その時に言葉わかんないんでどうしてんのって話になった時に、マイクロエクスプレッションの訓練するっていうのをやってて、そのアプリとか見せてもらったんですけど、何か嫌なことがあった時に、表情を変えないようにしようと思ってる人でも、なんか一瞬だけ顔がしかめっ面になったりとか、なんかちょっと瞬き多くなったりとか、ここら辺がピクピクっと動いたりとか、嬉しい時、悲しい時、怒った時っていうのは、人間って基本的に顔に表情が現れるんですよ。隠そうとしてても。一瞬ぐらい出ちゃうんですよ。
で、その一瞬を捉えて、相手がどう受け取ったのか、楽しんでるのか、悲しんでるのか、つまらないと思ってるのかを知るっていう、その訓練をボブ・サップさんやってるんですよね。ボブ・サップさんはアメリカ人なんですけど。なので、英語でずっと喋ってても、相手が楽しんでるのか、このボケは通じるのか、このボケは逆に怖がれるのかっていうバランスがわかるんですよ。だからボブ・サップさんってたまにすごく怖そうなことを子供に対してやることがあるんですよ。で、その時に子供が恐怖を感じてビビってるのか、喜んで笑ってるのかって、子供は分かりやすいですけど、で、その子供を見ている周りの大人も、ここまでは許されるのか許されないのかっていうのを判断している。言語というのを知らなかったとしても、他の外国人の人でも表情の作り方というのは人間そんなに変わらないので、なのでそこを読むことでコントロールするっていう訓練法をやってるっていうので、やっぱ賢い人って優秀やなってね。なのでなんか言葉が喋れるとすごいって言われるんですけど、喋れなくてもコミュニケーションができるやつの方がもっとすごいっていうのがね、あんまり伝わってないんですよね。プリスクール対日常会話に加え、英検対策での授業もしてくれている状況です。ずっと小さい子が一緒にそこに通ってきている同じ小児の友達は2回目は3回目で受かっているという現状だったので、うちの子はと思ってしまって悩んでしまいました。私は恥ずかしながら英語を話せないし、英検は中学の時に取得した3級持っているのみです。2級ぐらいであれば勉強すればわかると思うので、多分一緒に勉強しちゃっていいんじゃないですかね。多分お子さんも一緒に勉強してる方が多分なんかお母さんもやってくれるんだっていうので、お互い教え合うっていうのができるので、あんまり日本の学校ではこれ言わないんですけど、勉強ってするより教えた方が身につくんですよ。例えば新しく覚えた概念っていうのが先生に言われました、ふーんって思うんだけど、実際ちゃんと分かってないことが多くて、それを他人に説明しようとするときっちり理解してない自分の部分っていうのが分かるんですよ。あ、俺これちゃんと分かってなかったわっていうのがあって、教えるっていうのをやることで、実は自分がちゃんと理解してなかった部分っていうのが把握することができて、じゃあこれ分かってなかったって調べるっていうのがあるので、今受け身として覚えるっていうのをやってると思うんですけど、じゃあお母さんに教えるっていう立場になると、実はそっちの方があれこれ教えられないから分かってなかったわみたいなのがあったりするので、アウトプットって重要なんですよ。学校教育っていうのがあるせいで、人間ってものを学ぶときはなんか言われ続ければものを学ぶっていうふうに思いがちなんですけど、そもそもの動物ってものを学んだものをアウトプット出すことによって自分の能力っていうのが、例えばじゃあバットの振り方っていうのを覚えたらバット振りたいから覚えるわけじゃないですか。なのでアウトプットをすることで自分の力、自分の能力になっていくんですよ。なのでアウトプットをどれだけさせるかっていう方が習熟ってしやすかったりするんですよ。ひたすら机に座って英語の勉強しましたっていうのをなんか中学、高校、大学っていうので、大学を卒業した小野親父さんと小野親父さんとかいると思うんですけど、じゃああなた方中学3年、高校3年、大学の教育で2年で8年ぐらい英語やりましたけど、英語喋ってくださいって言われると喋れない人ほとんどなんですよ。日本の場合ね。で、それなんでかっていうと、英語を喋るというアウトプットを一切しないので、喋れないままなんですよ。目の前に英語圏の外国人がいますと。で、美術館に行きたいですっていう時に、美術館に行きたいですって言ってくださいって言った時に、ストレートにそれ言える人ってあんまりいないんですよ。8年間勉強してるにもかかわらずね。でもミュージアムっていう単語は知ってるし、行くだったら GO だよねって知ってるし、じゃあミュージアムへの道だったらウェイだったりルートだったりストリートだったりっていう単語も知ってるはずなのに、美術館に行くにはどう行けばいいですかっていうのに必要な単語は全部知ってるはずなんですけど、じゃあそれを組み立てて英文で質問してくださいっていうとできないんですよ。それアウトプットしたことがないから。なので出川さんがなんであれだけコミュニケーションができるかっていうと、出川さんは単語量は全然ないんだけどアウトプットしまくってるから、で伝わんなかったら別のやり方っていうのをやることで全然単語量ないんだけど、なぜかなんだっけ、自由の女神をね、リバティオブスターチューっていうのが分からない状態で自由の女神まで行くみたいなやつをイッテ Q でやってたと思うんですけど、なんだっけ、なんか女の人の像みたいなのを一生懸命言い続けて、で伝わって自由の女神まで行けたみたいなのがあるんですよね。あ、フリーウーマンだ。よく通じたよね、フリーウーマンで。まあ、とはいえ、外国人がいたら何か行きたいんだろうと。で、ウーマンだから女性だろうとか、フリーだからリバティなのかなみたいなのが、相手の人がなんとなく想像してくれて、結果としていけるんですよね。っていうのがあったりするんで、アウトプットをやってる人って結構うまくいくんですよ。なので、出川さんを目指した方がいいんじゃないかなと。はい、出川さん優秀ですよね。10年ぐらい前だと嫌いなタレントのなんか1位とか2位とかになったと思うんですけど、今好感度上位ですからね。
世の中の見方っていうのが結構だいぶ変わる速度が速くなった時代なんじゃないかなと思いますけども。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。